こんにちは、たかしです。本日は9月9日土曜日、週末ですので、来週11日からのポンド円の相場の見通しをしていきましょう。最初にお知らせです。本日までポストプライムのプライム登録 75% 割引を実施中です。本日中にご登録いただくと、3ヶ月間 75% 割引価格でプライム会員をご利用できます。こんな大型割引は後にも先にも今回限りかもしれませんので、ぜひこの機会をお見逃しなくお願いします。それでは冷やしから見ていきましょう。昨日金曜日の冷やしは陽線なんですけれども、ここのところずっと上値が重いですよね。ここずっと一旦高値をつけてからずっとじりじりと高値を切り下げてきております。そして昨日の下落っていうのはヒゲではあるんですが、一応安値を更新してきております。現在は冷やしの調整中と見ておりまして、この白のトレンドラインですね。この辺付近まで下落してくるのを待っている。そんな期間と考えてます。今ここ、ちょうどここですね。ここ、3月の24日ぐらい、この辺の安値から、それから、直近のこの大きな下落ですね。ここに当てたトレンドラインになってくるんですが、その辺付近への今は接触待ち。ほぼほぼ昨日の下落でそこは達成してきている可能性もありますが、もうちょっとラインに接触していないので、もう少し、もう一度、昨日金曜日の安値を下抜けるような動きをする可能性は考えつつ、ここからは冷やしでの上昇に入っていけるのか、それともこのまま下落してくる。下落してくる場合はこのトレンドラインを下抜けてきますので、大きめの下落になる可能性がありますので、今は上がるのか下がるのか、冷やし単位での大きな上昇、下落のどちらになるかっていうところを見ておきたいです。結構揉み合いの期間が長いので、ここを抜けると、その抜けた方に大きく動きやすくなりますので、上抜けたら上向きに大きく上昇、下抜けた時も下向きに大きく下落していくっていうことが考えられますので、今はどちらになるのかっていうのをもうしばらく見ておきたいですね。今かなり分かりにくい動きをずっとしてきておりますが、冷やし単位での今反発のところもう近くなってきておりますので、ここからの冷やしでの反発上昇になるかどうかを見ておきたい。ただマクディちょっと怪しいですね。ですのでこのまま下抜ける可能性もありますので、そこは注意です。チャンネル登録してね。では4時間足です。日足では分かりにくい動きをしていたのが、買い足にするとさらに分かりにくくなるんですね。4時間足も分かりにくいんですが、1時間足はさらに分かりにくくなってきておりますので、今はもうちょっと様子見でもいいのか、それとも買い足で短くトレードするのかっていう、そういう選択肢になってくるかなと思ってます。基本的に4時間足、先ほど冷やしてみましたように、高値を切り下げてきてますよね。そして昨日金曜日の下落っていうのが、この直近の安値を下抜けてきております。ただし、下髭になっておりますので、ここを抜けたと考えるのはちょっと違うかなと思います。安値更新は確かにしたんですけれども、この現在のレンジですね、この加減、このピンク丸とか、この直近の安値が何度か意識されているっていうラインが 183.4 付近、このオレンジのラインになるんですが、その下にあるストップを買ってから今上昇したとも考えられるんですね。そう考えるとここから大きく上昇していく可能性があります。ただし直近では黄色丸のように高値を切り下げてきてますので、また上昇してきたところっていうのは上値が重くなると思いますが、今昨日は GMMA の青帯まで上昇してきて、そこで一旦上値を抑えられた、そんな形で終えております。ストキャスティクスは高値圏にありますので、もうちょっと上昇するかもしれませんが、現在地付近この GMMA の青帯でレジスタンスされるこの現在地付近でもう少し週明け揉み合うのであれば、ストキャスティクスがデッドクロスしてきます。そうなってくると、今4時間足のストキャスティクス、過去の高値圏からのデッドクロスを見ていてもわかるように、比較的大きく下落するかもしれませんので、そうなってくると先ほど日足で言った、この日足のトレンドライン、この白のトレンドラインを大きく下抜けるような、そういう下落になる可能性がありますので、その辺ですね、ストキャスティクスがそろそろ高値圏で、ここから4時間足単位での今までのこういった下落の流れが継続するかどうかっていうところを注目です。で、GMMA の青帯を上抜けてきて、そこにサポートされれば、再びこのレンジといいますか、この直近の高値ぐらいまで、現在ですと 185.8 付近まで上昇していくと考えますので、まずは GMMA の青帯を抜けるのか、それともこの GMMA の青帯付近で上げ渋ってからの下落になるのかっていうところを見ておきたい。一旦のキーポイントとしては、4時間足のストキャスティクスの動きですね。それとチャートが綺麗に連動するかどうかっていうところを見ておくと面白いと思います。では、1時間足です。1時間足は4時間足よりもかなり分かりにくい動きをしているっていう印象ですね。上がったり下がったりと方向感がない。4時間足の GMMA が横ばいですので、基本的には4時間足単位でのレンジなんですね。その中でも
さらに1時間足が分かりにくくなっておりまして、この辺ですね、過去に3損みたいなのを作っておりました。ただこの3損綺麗に下落できずに、そこからの3損否定からの上昇になってきたんですね。ただその上昇っていうのもすごく分かりにくいですよね。日足では今高値圏での揉み合い、つまり日足の高値圏での乱高下のタイミングですので、この日足の高値圏での揉み合いから次上昇できるのか下落するのかっていうところを冒頭でお話ししましたが、今はその中にありますので、こういう難しい動きをするところではトレードはしない方がいいと思います。ここにトレンドラインを引いてます。オレンジのトレンドライン。この黄色丸のところですね。ここトレンドラインを下抜けて、一旦直近の最安値まで戻すような動きをしてますが、ここっていうのはちょうど4時間足での意識されるラインになってきますので、金曜日はここで反発をしてきております。もしここから上昇を考えるのであれば、まずはこの黄色丸の高値ですね。ここ1時間足は直近の戻り高値になりますので、184.8 付近、この辺を明確に上抜けるのであれば、そこからの上昇の流れ、そうすると直近の高値ぐらいまで、185.7 とか8とか、そのあたりまで上昇していくと考えます。そしてこの高値を上抜けてくれば次はここですね。186円ぐらいまでの上昇を考えておきたい。ただこの辺まで上がってくると、日足の先ほど言ってました調整を終える可能性がありますので、ここからの大きな上昇ですね。今のこの長い揉み合いからの大きな上昇につながる可能性がありますので、まずは黄色丸の高値 184.8 付近を明確に上抜けられるかどうかっていうところを見ておきたい。逆向きに言いますと、この高値 184.8 付近を抜けられないのであれば、ここから先ほど4時間足で言ったイメージでの下落、4時間足のストキャスティクスが高値圏からの下落で、大きな下落になっていく。その際はここにちょっと見えてますが、日足のトレンドライン、白いトレンドラインを下抜けてくるということも考えられますので、今は大きく下落する可能性もあるし、大きく上昇する可能性もある。ということは、引き付けてトレードをしていかないと、どちらか方向、逆方向に大きく動いていくっていう、今はその中の揉み合いですので、下がったところでは買っていく、上がったところでは売っていくっていうような、そういうトレードでもいいと思います。ただし、その場合はしっかり引き付けるですね。例えば下落してきた場合は、この金曜日の安値ぐらいまで引き付けてから、ここが過去何度も意識されている、4時間足でも何度も意識されているポイントでしたので、このあたり、183.4 付近まで引き付けて、そこからの上昇の流れを見ておく。もしくは上昇方向ですと、この黄色丸、先ほど言った 184.8 付近を明確に上抜けてから直近の高値ぐらいまでの上昇。で、直近の高値を超えてくると、ここから大きな上昇に入っていく可能性がありますので、例えばこんな感じですね。トレンドラインを上抜けてからの次の上昇の流れなんかを見ておくといいと思いますが、それより早いタイミングでこの上昇に入っていくのであれば、黄色丸の高値を抜けてからですね、そこからの上昇の流れ、もしくはトレンドラインを抜けてからの上昇の流れっていうのを見ておく。もしくはダブルボトムですね。金曜日安値まで下がってきてからのダブルボトムからの上昇の流れ。そして下落を狙う場合は、この黄色丸の高値ぐらいまで待って、そこで上げ止まるのを待ってからの次の下落の流れみたいなのを見ておくといいと思います。今は大枠ではレンジですので、下がったところからの買い、上がったところからの売りっていうのをやっておくと、どちらか方向に動いた時、大きく動く可能性が今は十分ありますので、その流れに乗っていけると思いますので、そちらも参考にしてみてください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定で夕方にドル円の相場分析を無料でしてますが、プライム投稿という有料投稿もしております。こちらのプライム会員は日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容となっております。現在は 75% オフという超大型の割引をしておりますので、良ければそちらをご利用ください。こちら、丁寧でわかりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方はまずは2週間の無料期間からお試しください。無料期間の利用だけでも確実にレベルアップしていただける自信があります。また、プライム会員は少しハードルが高いという方は、YouTube のメンバーシップをお試しください。こちらの動画も基礎力アップのためのものです。環境認識とトレードスキル向上にお役立てください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。
勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。